Guys, it's Saki. 皆さんこんにちは、さきです。はい、今日は皆さんに三浦さんという方を紹介します。三浦さんは群言堂っていう会社の三浦編集長としてライターをしている方です。群言堂は石見銀山っていう世界遺産の近くにある大森の町並みにあります。I'm gonna introduce you guys. Editor-in-Chief Miura. He is a writer of Gungendo. Do you know Iwami Ginzan? Iwami Ginzan is a World Heritage. Gungendo is near the Iwami Ginzan. Miura-san is so kind. Let's go! Let's go! 新聞記者になりたいと思って就職活動当初学生時代をしてて、でもどこも受からずに、なんかへこんでどうしようかなって思って卒論出すのを引き延ばして休学したりして、結局学部に6年居座ったんですね。で間に1年休学挟んで、進路どうしようと思ってたんですけど、その最後の6年目の年に黒ゼミの先生が企画してた講演会があって、一目じゃなくて松葉大吉がやってきたんですね。僕は会社の経営者が来るっていうんで、会社の事業内容とかやっぱり商品のことであってどういう会社かっていうのを話を聞くのかなと思ったら、もうそれまで行ってきたどんな企業説明会とも違う内容の話、会社のことはほぼ喋らなかったんですね。で、大森町のこと、町のことをとにかくいろいろと熱を持って喋ってくれた。どういう、人たちがどういう暮らしがこの町で営まれているかっていうのを話されて、そこで僕はそういう、そんな経営者って見たことなかったし、人物としても興味を惹かれたっていうのと、そこまで言う大森町っていうのがどういう町なんだろうっていうところに惹かれて、すごく引き寄せられていたというか、後日お手紙を書いて大森町にデッチ奉公に行かせてくださいっていう、文字通りデッチ奉公って書いたんですけど、要はインターンのような形で大森町に行きたいですということを言って、で受け入れてもらって、夏休みに1ヶ月この町で過ごしました。この町の暮らす環境っていうのか、会社以外で出会う人たちにすごく影響を受けた。近所にさっき言った家、インターン中も過ごしてた家で、毎日出社してて、その間に会う人たちによく声をかけてもらって、結構見ず知らずの大学生にすごくよくしてくれてて、でお家にご飯に呼んでもらえたりとか、秘境の温泉に連れてってもらったりとか、お子さんたちと海に連れてってもらったりとか、そういうことをしてる人に影響を受けたっていうのが一番だと思うんですね。第一がその松葉大吉で、町に対するすごい強い思いを持って、この町で起業して暮らし続けているっていう、仕事の場でもあり暮らす場でもありっていう、そういうのを本当体現している人たちがここにいて、それを見せてもらえたっていうのが、1ヶ月って言ってまとまった期間いられたのも大きかったと思うんですけど、この町なんか生きていけそうだなというような気がしたので。
また東京に戻ってからお手紙書いて改めて就職したいですと、ここで働かせてくださいっていう旨のお手紙を書いて就職したその経緯です。初めて自分がこうどこで働くのか、どういう環境に身を置いて暮らして、でその中で暮らしながら働くのかっていうことを初めてこの町に来てから考えられたので、その発想でいくとこの町ってものすごい理想的で、こういうところで暮らしながら働けたら幸せだろうなっていうことがまさに同じことって言ったら失礼なんですけど考えて島根に私も来ました。なんか何をするかってでも公務員なんですけど、割とどこも公務員と やってることは同じで、だなっていうふうにこういろいろ見て回った時に思って、でどこでやるかっていうのがその環境が結構大事だなと思って、自分はその島根の人とか自然とかに惹かれて、島根に来たんです。毎日松江城を見ながら通勤したりできてめっちゃ贅沢だなと思って通勤してます。最初学生時代来た時は別に就職したいとかそういう思いで来たわけじゃなくて、純粋に何というか興味を惹かれた。どんな僕もともとその外国語学部大学時代で、それまでにも小さい頃海外に住んだりとかで、どちらかというとなんか海外志向で、将来もずっと海外を舞台にして働きたいなって思ったり、自分にとって知らない世界とか新しいものを見られるっていうことを期待して、外国語とか海外の、政治経済とかそんなものを学んでいたんですけど、いざこの町に来てみて、来る、前に話を聞いた時点でやっぱり自分の全然知らない世界っていうのがこの国内にもちゃんとあるっていうことを、まさに実感したと思うんですね。で、しかもこんな世界遺産になってる人口わずか400人の小さな町で、それまで本当に石見銀山自体も僕全然知らなかったし、島根のことも何も知らなかった、どこにあるかも本当に知らないぐらいの人だったので、すごく自分にとっては、海外とは言わないですけど全然、自分とそれまでの考え方とは違うものに出会えた心地がしたので、本当に自分がそれまで海外に対して抱いていたような自分とは全く違う文化であったり新しいものっていうのに触れるような体験がここでできた。でもなんとなくその新聞記者の働き方に疑問を持ってたっていう部分と、ここでの暮らしとか働き方で見せてもらったっていうのはこうなんていうか、その疑問点に対する答えのような形で自分やってきたっていう、仕事ある日は朝起きてご飯食べて犬を連れて会社に行って、でお昼休みになったら家帰って家族でご飯食べてまた戻ってきて仕事して、6時が定時なんですけど、大体そんなに忙しい時じゃなければ残業なく9時に終えてまた犬連れて散歩しながら帰る。で帰ってご飯食べてお風呂入って子供寝かしつけて、好きな追加で仕事やる時もあるけど、だいたいなんかテレビ見たりギター弾いたりとかギター弾いたりとか好きなことやって過ごして寝るって感じ。いや別に僕犬飼いたいとか一度も思ったことなくて、たまたま僕の大学時代の親友が海外勤務になったから俺の犬預かってでそいつもなんか気づいたら日本に帰ってきてて、あれで去年一昨年ぐらいから山口県にいる実家に、もういいんじゃないと思ったけど、なんか環境良さそうだし、もうそんな老後に環境変えてもなみたいな感じでもう惰性でこっちにいるっていうことだっ
時々遊びに来ますよ、彼は今へえパン屋に日高さんから僕に連絡せずに勝手にパン屋に来てなんか突然家をガラッて開けて入ってきたりとかちょっとなんかまあ俺様な感じのジャイアンキングみたいなしかもなんかちょっと波じゃないキング感がちゃんと風格があるなるほど。なんていう変なとこ悪友ですね仲いいんですけどなんか僕とはまた全然毛色の違うタイプ